ソースをさらに2つ参照させて、マッチさせるってことですよね。おっしゃる通りです。これがまさにノートブック LM であるさらに理由ですよね。そうですね。 AI を使ってよりね品質高い評価と、逆に言うと自分では気づかない、なるほどこういう観点もあるかもねっていうところをねうまく使っていただいて、記載をしたりとか観点を洗い出すっていうところをね AI にちゃんと気づいて、人間がね本来ちゃんと評価するところにもっと時間を割いていただくためのねちょっとシナリオになってます。ニワークをご覧の皆さん、こんにちは。 Google のスペシャリストニワと生成 AI のエキスパートの山口さんと、今日もですね張り切って生成 AI とかクラウドの皆さんのお仕事に役立つ情報を配信していきます。今回はですね、なんと皆さんが大好きなノートブック LM を使って評価を支援させようということで、マネジメント業務されたら結構大変なことって、部下の評価シートをね正しく評価したりとか、評価シートを作っていくこととかがあったりするんじゃないかなと思います。これはね、本当に大事な作業なんで、手抜きをしていいとかそういうことじゃ全くないと思うんですね。それよりは、まずはちょっと AI を使って、よりね、品質高い評価と、逆に言うと自分では気づかない、なるほどこういう観点もあるかもねっていうところをね、うまく使っていただいて、皆さんの評価をするっていう大切な業務をですね、より品質高く、よりスムーズにしていただければなと思っていますので、管理職の方、部下をお持ちの方、必見です。それでは山口さん、ちょっとやっていきましょう。はい。じゃあちょっと私の方でデモしていきたいと思いますが、ちょっと今回のデモシナリオからまずちょっとお話ししていきたいと思います。先ほど丹羽さんからもお話ありましたが、今回私が上司として部下の田中さんの評価をしていくってところをやっていきますので、今表示しているこの画面は Google ドキュメントですが、ここには田中さんが自分で自己評価した評価シートという形で見ていただければと思います。こんなね評価シートね。そうですね。なので田中さん、部下の田中さんが自分は自己評価の総合評価は B ですよと。でその理由とかを書いているので、私上司としてはこの評価欄のところに、じゃあ上司としては評価が A だったのか B だったのかみたいなところをこの赤字のところに反映していくイメージ。田中さんが自分でね、自分の自己評価っていうのを青字でねちょっと振り返ってる時に、それを受けて、現場の田中さんとかを見てて、赤いところを評価者、つまりね主にこの動画の対象者である部下をお持ちの方々がね、ここを記載していかなきゃいけない。これね、何人もいるとめっちゃくちゃ大変ですよね。そうですね。はい。特にこういったものってこれ見ていただいたら分かるんですが、例えばプロジェクトとか、後輩の指導とか、いろいろなこういうジャンルに分けてですね、それぞれプロジェクトは A 評価でしたというところで部下がしていているところに対して上司はどうだったのか、こういうところ結構細かいところを反映するみたいな会社のルールあると思うんですね。だからこういった大変なところをまずは叩きの部分に AI に評価してもらって、そこからさらに上司の評価を追加していくっていうイメージで、ちょっとこの後どういうことができるのかお見せしたいと思います。で、手を抜いてくださいとかではなくてね、むしろちょっと記載をしたりとか観点を洗い出すっていうところをね AI にちゃんと気づいて、人間がね本来ちゃんと評価するところにもっと時間を割いていただくためのねちょっとシナリオになってます。じゃあこれ赤いところをジェミニに作らせるってことですよね。そうですね。ちょっとそれをどういうふうにやるのか、これはねここまで聞いていただいた方だったら何でやるのっていう感じなんですが、でここはやっぱり皆さん大好きな。そうですね。こちらノートブック LM でやっていきたいと思います。やっぱねノートブック LM が一番精度が高くねやれますんで。そうですね。じゃあこちらはもう作っているノートブック LM になるんですが、社員評価シートということで、先ほどお見せした Google ドキュメントをこちらにソースに追加している状態になっています。じゃあこの状態で実行していきたいと思うんですが、その前にこのノートブック LM にはカスタムプロンプトというのを埋め込んでいまして、こちらを押すとこのような形でカスタムということで、このノートブック LM ではこういうことをしてくださいねというプロンプトを事前に埋め込むことができます。ここね、このカスタムにいろんな役割を入れることでね、このノートブック LM の結構役割がね違っていくんですよね。今回はどんなカスタム入れてるんですかね。そうですね。今回は経験豊富な人事担当者ですということで、この今先ほどお見せしたソースの情報、これは部下が本人が自己評価しているシートですよというのをまず教えます。でそこに対して評価者のコメント欄とか、先ほどあった赤字の部分ですね。あそこに対して建設的で具体的なフィードバックを作成してください。なるほど。
でさらにはそこに対して重要なところとして細かいところ、例えばパワハラとか、こういうことにならないようにしっかりと評価してくださいねということを記載していきます。はい、これ最終的な目標もいいですね。そうですね。はい。部下のモチベーションを高める。なるほどね。はい。ただここちょっとご注意いただきたいのが、ここで指示できるのは500文字というところになりますので、結構これがジェムとかと比べると結構短い分量になってきますので、かなりここは限られたところになりますけども、会社で決められているそういったフィードバックの仕方とかがあるんだったら、そこをここにカスタムで入れておくということができます。いいです。ではここでそこを保存した状態になっているのがこちらになってます。なのでここに入力するのは本当に評価してくださいぐらいで大丈夫です。なるほどね。評価してください。本当にこれだけ入力して送信をします。はい、これでソースに加えている田中正和さんの評価シートを見て、そうですね。先ほどのドキュメントを見て、ノートブック LM がちゃんと評価してくれるってことですね。そうですね。おー、来た。そうするとこのように出てきましたと。で、こちら総合評価のところですね。この評価者欄のところ B ってありますが、これ何かというと、先ほどあったまずこの総合評価のところ、これは田中さん自身でも B という評価でしたが、ここに対してはノートブック LM としても評価者としても B で妥当だと。人事評価者としてね、見た場合。そうですね。はい。で、評価者のコメント欄というところの案もありますので、これそのまま貼り付けるのはさすがにあれですけども、ここにまさにここに入力するところが先ほどの欄になってますので、ある程度叩きを見ながら、私だったらこうだなというところを修正して、評価者の上司の評価というところを反映いただければと。なんかね、記載したり考えたりとかどういう表現にしようかなっていうところでね、結構時間取られたりするんで、まずは叩き台っていうのがあった時に、そうじゃないなとかね、AI からね、ヒントを得るっていうかね、そんな感じですぐ使えますよね。そうですね。はい。でこれもちゃんと次は目標1のプロジェクト X、これ先ほどあったと思いますが、この下に下がったこの1234のこの1、このプロジェクト X の次ここの部分は、評価者としては A じゃないですかと。でその A の理由というのも全部細かく書いてくれてますので、これカスタムプロンプトにはこんな項目書いてないから、ちゃんとそこ見て評価する場所を特定してるってことですよね。すごいですよね。さっきの赤字の部分、これはすごいと思うな。まさにこのカスタムで書いてる評価者コメントとか、この評価者評価、ここについてフィードバックしてくれって言ってるので、おそらくここの部分だろうなってノートブック LM が判断してくれてるんだと思いますね。賢いというかね、すごいこれがやっぱりノートブック LM 使うね、めちゃくちゃいい事例なんじゃないかなと思いますよね。そうですね。はい。で今回は先ほどの Google ドキュメントの自己評価から、一般的に評価するとこうじゃないかというところで評価をしてくれています。ただこれって会社によってはこの人事評価のチェックリストみたいな、こういう形で会社としては評価した方がいいよというような、基準みたいなものがあったりすると思うんですね。ある場合ありますよね。でここを評価しなさいとかね。あんまり主観的なことじゃなくてね、チェックリストがある場合ありますよね。そうですね。あとはまずは自分の評価者として、私だったらこういうことを重要視して評価したいとか、そういった情報をここに埋め込んでおいて、今回はこの内容もノートブック LM にソースとして追加してみたいと思います。なるほどね。これでソースをさらに2つ参照させて、マッチさせるってことですよね。おっしゃる通りです。なるほどね。これがまさにノートブック LM であるさらに理由ですよね。そうですね。ではこちらの追加というところからドキュメントを追加できますので、ここから先ほどのファイル名とかを検索して、会社としての人事評価チェックリストを追加します。これが組織としてこういうところを評価してねっていうポイントですよね。そうですね。だから先ほどのだとジェミニーが一般的にこういう評価だろうというところで評価してくれてますが、さらに会社の評価基準も書き合わせた状態で評価をしてくれます。はい、これどんなプロンプトを打ちましょう。これももう先ほどと一緒で大丈夫です。評価してください。という形で評価をもう一度お願いすると、この次は2つの情報をもとに評価をしてくれるので、かなり会社に合った、そして会社でもう全員が同じ評価をできますので、何か評価者によってお気に入りの部下とかで偏りが出ずに、しっかりとした評価ができるというところになります。ちょっとここの総合評価は先ほどの B と一緒ですけども、こういった評価欄っていうところが会社の人事評価チェックリストに合わせた状態でしっかり本文のところも考えてくれているというところになっています。いいですね。あとこれはね、今組織会社全体の評価リストにしてますけど、もし自分がねこういう評価したいんだって言ったら、それをねジェミーに音声でね入力して、自分はこういうところがすごい評価したいと思ってるっていうところね言って、評価シート作ってとか言って、それをまたこのねソースのところにね、食わせていただくと、さらにね
いいですよね。そうですね。会社と自分っていう評価も追加して3つで実行してみるのもいいですね。ね、はい面談とかすごい大変なはずなんですよ。うんだから逆にここからね、この面談用キャリアシートからその面談時のインタビューをね作ってくれとかね、どういうところ聞いたら確認したらいいかとかね、そういう面談準備なんかにも使えるかなと思ってるので、まさにね、評価したりとか部下をねマネージメントするのにこういう使い方あるよっていうね、素晴らしい事例なんじゃないかなと思って、我々も結構お気に入りの事例ですよね。そうですね。うんなんかこれ面談する前にこれフォローした方がいい内容ってあるとか聞いてみてもいいかもしれないですね。聞いてみてね。まずは情報を左にね、その入れて。で、多分このノートをね、その評価者ごとにね、こう作ってあげておくと、どんな評価したのかなとかをまたね、加えてあげることができるので、まあマネージャーの方はね、こうノートをこの部下ごとに作ってあげたりするのもすごいいいかなと思います。で、もちろんなんですけど、これをね、全ての評価ってするために作るわけじゃなくて、逆に自分がね、なるほど、こういうところは評価してあげるとこいいかもしれないなとかね、AI にもう一つのちょっと評価観点みたいなものを、得てもらうのに使っていただいて、ね、全て AI のものをね、パッと貼り付けて、そんなことするマネージャーさんいないと思うんですけども、ね、そういうものを人間に評価するってことをしないでいただければなと思ってます。一番マネージャーの方から聞くのはやっぱり面談とかはなかなか結構ね、大切な業務なんだけど大変だっていう形がありますので、ぜひこういうところもね、取り入れていただければと思います。また、ちょっとこれの事例を見ていただくとね、別にこの面談とか評価だけじゃなくても、こういう照合していく、ある程度の基準と評価したいものっていうものを合わせてノートブック LM でね、聞いていくっていうすごく汎用性が高いシナリオだったんじゃないかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、主にちょっとこう部下を持ったりとかですね、こう特定の何かを評価しなきゃいけないというですね、方々に向けて非常に使えるノートブック LM の事例をお話ししたんですが、別にこれで今回のユースケースに含まれているこう要素っていうのかなはとっても広いものがあると思うので、こういう使い方でからですね、いろんな着想を得ていただいて、ノートブック LM をね、さらに使っていただければなと思います。このチャンネルではですね、Gemini、Google ワークスペース、AI とかですね、様々なこう IT のトレンドなどをですね、ビジネスパーソンの皆様とか企業に属してですね、いろんなことをお仕事をされてらっしゃる方に向けて配信をしています。この情報がですね、役立ったよということがありましたら、ぜひですね、いいねボタンとか、チャンネル登録をお願いします。そしてこんなこともさらに聞きたいとか、こんな使い方もあるよっていうね、ことがありましたら、ぜひね、コメント欄とかに気軽に書き込んでいただけたらと思います。山口さん、本日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。